今日はじゃがりこ風スティックポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はじゃがりこ風スティックポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ロングセラーで大人気のじゃがりこのお菓子ですね。人気のお菓子をイメージして作っていきたいと思います。さらにスティックポテトにぴったりなソースも一緒にご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、人参、パセリ、片栗粉、顆粒コンソメ、お砂糖、塩、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもに関しましてはこちら3個で約 400g になります。この量に関しましては目安にしてみてください。そして味付けはですね、コンソメとあとはお砂糖、塩で行っていきます。少しね、お砂糖を加えていただくことで味わいにコクが出て美味しい仕上がりになります。もしね、甘いのがちょっと苦手だなという場合は抜いていただいても OK です。それでは続いてポテトにぴったりなチーズソースの材料もご紹介します。材料はこちらです。ピザ用のとろけるチーズ、牛乳、薄力粉、こちらの3つの材料で作っていきます。このソースに関しましては電子レンジで簡単に作れるので、ぜひ合わせて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにチーズソースを作ります。耐熱のボウルにまず薄力粉と、あとは牛乳を加えます。牛乳はね、一度に加えると薄力粉がダマになりやすいので、少しずつ加えてなじませます。これでよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。よく混ざったら残りの牛乳を加えます。そしてしっかり混ぜてください。はい、OK です。そしたら上にラップをします。こちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたらラップを一度外してください。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたらここにとろけるチーズを入れてください。そして一度よく混ぜます。はい、でチーズ全体が浸ったらもう一度ラップをして、最後仕上げに電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、50秒加熱しました。やけどしないようにラップを外してください。これでもう一度よく混ぜてください。はい、これで簡単なチーズソースの完成です。電子レンジで簡単に作れますので、ぜひやってみてください。冷めてしまうとちょっと固まってしまう時もあるので、その時はもう一度電子レンジで軽く加熱してみてください。チーズソースはこれで OK です。それでは続いてポテトを作っていきます。まずはじめにね、じゃがいもの皮を剥きましょう。じゃがいもの種類はね、何でも OK です。今回私は男爵芋を使用してます。じゃがいものね、芽も一緒に取り除いてください。はい、これで OK です。それでは残りのじゃがいもも皮を剥いて芽を取り除いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そうしましたらじゃがいもをまず1センチ幅ぐらいで切っていきます。そしてまた1センチ幅ぐらいで切っていきます。そしてくるっと回転させてまた1センチ幅で切ります。だいたい1センチ角ぐらいの大きさを目安に切ってみてください。そして切ったじゃがいもはですね、水を張ったボウルの中に入れます。このように水に浸してください。じゃがいもはね、そのまま置いておくと変色もするので、このように水に浸してさらにアク抜きをしましょう。ではね、残りも同じように切っていきます。こうやってね、細かめに切っておくと潰す時に簡単なんですが、ちょっと切るのが面倒だなという時は適当な大きさに切って加熱していただいても OK です。はい、じゃがいもはこのように切って水にさらしてください。そしたらこのままだいたい3分くらいで OK です。水に浸しておきます。では続いて人参を切っていきます。まずこちらの皮を剥いてください。
ですね、人参は細かいみじん切りにしていきます。やりやすい方法でやっていただいて OK です。まず薄めにスライスします。スライスしたらこのように並べて細切りにしていきます。はい、そしたらですね、これをくるっと回転させて細かく切っていきます。さらにですね、細かくしてください。このぐらいですね、結構細かめに仕上げてください。そしたらね、残りも同じように細かく刻んでいきます。はい、人参はこれで OK です。このようにね、細かめに刻んでください。それでは続いてこちらのじゃがいももね、3分経ったので水切りします。はい、で水切りしたら上にラップをかけます。そしてこのようにね、1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で7分加熱します。はい、7分加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを外してください。これで一度ね、ようじなどでじゃがいもを刺して柔らかくなってれば OK です。そしたらこのままじゃがいもを潰していきます。ボウルが結構熱くなってるのでね、やけどにはね、注意してください。マッシャーかまたはフォークなどで潰しましょう。はい、でこのようにね、ある程度潰れたらじゃがいもが温かいうちにお砂糖とあと塩とそして顆粒のコンソメを入れてください。そしてよく混ぜながら潰していきます。できるだけ滑らかになるようにね、潰すようにしてください。このようにね、じゃがいもが滑らかになれば OK です。それでは続いてここに刻んでおいた人参を入れます。そしてあとはパセリも入れましょう。これをよく混ぜます。はい、混ざりました。そしたら最後に片栗粉を加えます。そしてムラがないようにしっかりね、混ぜてください。はい、これでね、ひとまとまりになれば OK です。この時ですね、指で触っても指につかないくらいの硬さになってれば OK です。もしね、この生地がこうやって丸めた時にポロポロしてしまう時はちょっとだけね、お水を入れてみてください。もし逆にね、手にくっつく時はもう少しね、片栗粉を入れてみてください。そしたらですね、このようなジップ袋を用意してください。この中にじゃがいもを入れます。そしたらですね、この上で伸ばしてください。厚みがね、だいたい1センチぐらいになるように広げましょう。綿棒などを使っていただくといいかなと思います。はい、このように伸ばしてください。だいたいこのぐらいの厚みになってます。そしたらですね、こちらをバットに乗せて冷蔵庫で30分冷やします。ちょっとね、まだ温かいと思うので冷蔵庫に入れれるぐらい粗熱をとって、その後ですね、冷蔵庫で冷やすようにしてください。はい、30分ね、冷やし終わりました。そしたらですね、袋を開けてでね、この両端を切って袋から取り出します。はい、今ね、このような状態になってます。あとはですね、これをまず半分に切ってください。そしてだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。あとはね、もうこのまま油で揚げていきます。ではね、油で揚げていきます。まずね、そこからだいたい5ミリほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままだいたい1分30秒ほどですね、油を温めてください。はい、 OK です。このように菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいになれば OK です。そしたら火加減弱めの中火にします。そしてポテトをやけどしないように入れていきましょう。片手で持ったりするとね、折れたりするので両手で持って折れないように注意してください。はい、でこれでですね、表面がカリッとするまで揚げていきましょう。火加減弱めの中火から中火ぐらいで調整しながら揚げてください。時折ね、転がしながら揚げましょう。あまりいじりすぎるとね、崩れてしまうので、最初の方はね、そのままの状態で揚げてください。はい、今ね、トータルでだいたい3分ほど揚げました。このように表面がカリッとしたものから取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。
表面はカリカリに仕上がってます。揚げる時の注意点なんですが、先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、入れた後にすぐ転がしてしまうとじゃがいもがね崩れてしまいますので、油に接している面がカリッと揚がったら裏返すようにしてください。だいたいね1分から1分半ぐらいしたら裏返してみてください。それではね、残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。今回ね結構いっぱいできたんですが、全部でね55本できました。こちらのね本数に関しましては目安にしてください。こんな感じでねカリッカリに仕上がってます。はい、これでじゃがりこ風のスティックポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。ポテトはねこのようにねカリカリに仕上がってます。そしてこちらがチーズソースです。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しいです。表面がすっごくサクサクです。噛めば噛むほどじゃがりこの味に近づいてきますね。美味しい。本当に無添加のじゃがりこって感じです。では続いてチーズソースにつけていただきたいと思います。いただきます。このチーズソースも最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のじゃがりこ風スティックポテトのポイントです。まずじゃがいもに関しましては、こちらはお好みの品種のじゃがいもを使ってください。今回私はですね男爵芋を使って作ってます。そしてじゃがいもに関しましては少し細かめに切って、その後水にさらして電子レンジで加熱してください。細かめにねあらかじめ切っておくと潰す時に楽ちんだと思います。ただ細かく切るのが面倒な場合はざっくり切って加熱していただいても OK です。そして人参なんですけれども、こちらはですねできるだけね細かめにみじん切りするようにしてください。そうすることでね本物に近いような仕上がりになります。そしてポテトの生地ができ終わった後なんですが、ジップ袋に入れてだいたい1センチぐらいの厚みに伸ばしてください。そしてその後はですね冷蔵庫で30分ほど冷やしてから切るようにしてください。そのまま切るとねちょっと形が崩れやすいので注意していただけたらと思います。そして切った後はですね少し手で形を整えて揚げるようにしてください。揚げるとですねちょっと膨らむので少しね細めに仕上げていただくといいかなと思います。今回の分量で私はね55本もできました。こちらはですね作る大きさとかによってもね変わってくると思いますので目安にしてみてください。ちょっと多いなと思った時は半量とかね3分の1の分量でやっていただいても OK です。そして揚げる時なんですけれども、油の中に入れてすぐお箸などで触ってしまうと形が崩れてしまいますので、ポテトを入れたらだいたいね1分から1分半ぐらいですねそのまま揚げるようにしてください。そして油と接着している面が固まったら裏返して、あとはですねいい感じにカリッと揚がるまで揚げてみてください。そして今回はチーズソースレシピもご紹介しました。こちらも電子レンジで作れて、かつ材料もねたったの3つで作れますので、ぜひね一緒に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はじゃがりこ風スティックポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。